こんにちは、りめいです。春になって東京も暖かい日が増えました。今回は上野を散策した時の様子を紹介します。この日は入っていた予定がなくなったので上野で降りてみました。上野は東北北海道、上越、北陸など多方面に向かう新幹線が止まる大きな駅です。駅前には上野恩賜公園、通称上野公園という巨大な都立公園があり、その中に上野動物園や国立科学博物館、国立西洋美術館など主に文化系の施設がたくさんあります。公園の入り口にはすでに桜が咲いていて、たくさんの人が写真を撮っていました。春が始まったって感じです。私も子供の頃はこの上野公園によく遊びに来ていました。この国立博物館の中に恐竜の化石がたくさん展示してあるんですが、それがどれもすごい迫力だったので、何回来ても楽しかった思い出があります。次は上野公園内の寛永寺清水観音堂に来ました。寛永寺は江戸時代の将軍家徳川家の側近として宗教政策などを任されていた僧侶天海が開いたお寺です。今いるのは清水観音堂という場所で、京都の有名な清水寺の舞台を模したお堂です。この輪の形になっている松は月の松と呼ばれ、かつて浮世絵師の歌川広重が名所江戸百景という絵の中で描きました。残念ながら当時の松は嵐で折れてしまったらしく、2012年に復元されました。輪の中には弁天堂とその参道が一直線に見えます。公園内にはお寺の他に神社もありました。ここは2つの神社が隣接していて、中でつながっています。こちら側の鳥居が連なっている入り口が縁結びの神様を祀る花園稲荷神社。稲荷神社は神様の使いとして狐の像があることが多いです。こちらが健康や医療の神様を祀る五条天神社です。入り口の河津桜が綺麗でした。さっき輪の中から見えた不忍池弁天堂に着きました。音楽と芸能の守り神、弁財天が祀られています。この弁天堂の周りには珍しい石碑がいくつかありました。まずはメガネの碑です。これは東京のメガネ業界の組合によって建てられました。メガネは寛永寺を建てた天海が仕えた徳川家の初代将軍家康も持っていたそうで、このメガネは家康のメガネを模しているらしいです。次はすっぽん感謝の塔です。これは食材や薬として使われたすっぽんに感謝するために建てられました。よく見るとすっぽんの形が彫ってあります。次は包丁塚です。これは調理師団体が仕事で使ってきた包丁を供養した塚です。そしてこの魚の石碑はフグの供養碑です。東京フグ料理連盟によって建てられ、毒のあるフグを安全に食べられるよう努力してきた経緯とともに、フグへの感謝が記されています。公園内で鍋のイベントがやっていました。私も先日日本の鍋料理の動画をアップしたので、ぜひ見てください。お昼を食べた後はアメ横を通ってみました。正式名称はアメヤ横丁、通称アメ横と呼ばれるこの通りは、上野駅と御徒町駅の間にある
たくさんのお店が立ち並ぶ商店街です。名前の由来は2つあるらしく、1つ目が戦後に貴重な甘味である飴をここのお店が売り始めたから、もう1つはアメリカ軍が放出した物資が売られていたためアメリカ横丁と呼んでいたからという2つの理由があるらしいです。通りでは食品を売っているお店が多いですが、線路下の建物の中には洋服やカバンなどが売っていたりします。特に年末はお正月に食べる食材を買うためにたくさんの人でごった返す様子がテレビで放映されたりします。最後に上野公園の近くにこんな施設があったので寄ってみました。ここは江戸時代から続いた酒屋吉田屋の建物を移築したものだそうです。建物自体は明治43年に建てられたものだそうで、中にはお酒のポスターや看板、はかりやとっくりといったお酒に関するものが多く展示してありました。昔の酒屋の雰囲気を中に入って感じられてすごく良かったです。今日は上野駅周辺の様子を紹介しました。上野はアメ横などの下町エリアと美術館や博物館などの文化的なエリアが共存しているとても面白い街なので、よかったら行ってみてください。それでは今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバーイ。